皆様こんにちは。梅雨が明け初夏の太陽が眩しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？ペロと申します。ただいま鹿児島県上空、朝の9時、天気は曇り。航空会社はソラシドエア。機材は B737-800。鹿児島空港へ向かっております。窓の外には霧島市北部の街並みが見えます。今回は宮崎県串間市で1泊2日過ごしたいと思います。少し前になるのですが、鹿児島空港から日南市に行く時に串間市に寄らせていただいたのですが、食事がめちゃめちゃ美味しくて、一回宿泊して、ゆっくりプラプラしてみたいなぁと前から思っていました。ちょうど予定がない週末ができたので、1泊2日、串間市で過ごしたいと思います。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。ちなみに機内サービスはソラシドエアといえばこれ、あごゆずスープをいただきました。長崎産のあご、トビウオの甘みと、大分産ゆずの酸味のマリアージュを楽しみました。無事到着しました。ソラシドエアの皆様、安全かつ定刻運航感謝いたします。皆様、ただいま鹿児島空港に着陸しました。安全のため、シートベルト着用のサインが消えるまでは、シートベルトをお締めのままでお待ちください。上の棚をお開けになる際は、手荷物が滑り出ることもありますので十分お気をつけください。ただいまからすべての電子機器はお使いになれます。携帯電話での通話はお控えください。皆様今日もソラシドエアと ANA の共同運航便をご利用くださいましてありがとうございました。Ladies and gentlemen。それではレンタカーを借りに行きます。その前に、足湯に入らせていただきます。ぬるめで優しい温度。足の疲れが取れますね。それではレンタカーを借りに行きます。借りました。鹿児島空港から宮崎県串間市へは、こんな感じ。2021年に志布志まで繋がった、東九州自動車道のおかげで、車で1時間半かからないぐらいです。料金は途中から無料なので、1時間近く高速道路に乗っても1300円くらいでした。今回お邪魔する串間市ですが、宮崎県最南端の市町村で、鹿児島県との県境で、志布志市に隣接する市町村です。農業は甘蔗、マンゴー、ピーマン、キュウリ、お茶などが名産品みたいで、漁業は伊勢海老や養殖されたブリの黒瀬ブリが有名です。黒瀬ブリは入り江ではなくて沖合で養殖されているブリで、餌に唐辛子を混ぜることで脂肪が分散した歯ごたえがある美味しいブリに育つみたいです。以前日南に行く途中に寄らせていただいた時に、このブリがめちゃめちゃ美味しかったので、今回も楽しみです。関谷口の交差点を左折しまして、宮崎方面へ向かいます。串間市に入りました。だいぶ街中に来ましたね。ここの道の駅に来てみたかったんですよね。道の駅の中にあるレストランで、もちろん一食目はブリ丼です。ブリ、あら汁、お漬物の定食です。あら汁のブリがめちゃくちゃでかいです。タレは5種類から選べるみたいです。いただきます。
初手はあら汁を。ブリのアラもでかいのですが、ブリの出汁の風味がめちゃめちゃ食欲、そそります。ブリの脂が味噌汁の旨味を加速度的に美味しくしていますね。ブリのアラは身がプルプルでコラーゲンたっぷりだと思います。これだけでご飯一膳食べれる案件です。ブリプリ丼はまずは味噌だれから。もう少しかけておきます。おー、この一口で串増しに来てよかったという気持ちで満たされました。程よく脂が乗っていて味噌味というよりごまの風味が香ばしくてブリと合いますね。日本海で食べるようなゴリゴリな脂が乗ってるブリではないですが、程よい脂の乗り具合。往年の女優に例えるならば日本海のブリがマリリン・モンローならこのブリはオードリー・ヘップバーンかな。上品なブリだなぁと感じます。お次は玉ねぎ醤油タレで。玉ねぎの甘さを感じるタレです。それにしてもめちゃめちゃ大きい刺身です。野菜も玉ねぎ、レタス、パプリカ、キュウリ、ネギ、水菜と彩り鮮やかでみずみずしいです。最後は刺身醤油でいただきます。新鮮なわさびとめちゃめちゃ合いますね。ブリプリ丼1100円なのですが、円安と物価高が続く。この日本で1100円でこんなに満足できる丼が食べれて幸せです。次はお刺身御膳も食べてみたいです。めちゃくちゃ美味しい朝ごはんでした。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。道の駅にお寿司屋さんもありました。20分ほど待って入店できました。まずは九州産のマアジと炙り、マアジとレモン3種盛りです。アジからいただきます。なんということでしょう。しっとりして新鮮で脂が少し乗っていて甘くて。青魚が私基本好きなのですが、めちゃめちゃ美味しいイワシがフラッシュバックしました。炙られたアジをいただきます。炙られていると脂が前線に出てきますね。これもありだけど、私は生の方が好きかな。レモン3種盛り。イカとヒラメとタイですね。レモンと塩でカルパッチョ食べてるような感じです。第2陣は北海道産サンマの炙りとホタテ炙りです。サンマから、皮がパリッとしていて香ばしい味わいです。ホタテも炙られて塩の風味が引き出されていますね。うなぎのひつまぶし軍艦を。温かくて口の中でとろけるうなぎです。最後は一番美味しかったマアジをリピート。これが一番好きですね。ごちそうさまでした。それにしても、すごい破壊力の道の駅でした。食堂、お寿司屋さん、マルシェまであって、地元の方らしき人たちでいっぱいでした。巡回バスも回っていて、マルシェには地元のお店のお弁当なんかも売っていましたね。お手洗いをお借りしたので、こんなの買いました。てげ炭酸水、めっちゃ炭酸水ってことですかね。
ロゴがかっこいいデザインです。こちらは宮崎茶。宮崎県の観光地がラベルに書かれていますね。さてさて、観光地に行こうかなと思ったのですが、あいにくのこのお天気。ぼちぼちいい時間なので、少し早いですがホテルへ向かいます。今回のホテルはこちらのホテル。道の駅串間から20分ぐらい。串間市から鹿児島県志布志市へ300メートルほど行ったところにあるホテルです。チェックインしました。お部屋チェック。なんという広さのお部屋なのでしょう。机とテレビ。ベッドはセミダブルぐらいのサイズが2つ。そして一番気になっているテラスは、階段を降りて椅子がありますね。志布志湾を一望できるいい景色です。目の前に見えるのは大隅半島です。ちなみに今回のお部屋ですが、1泊2日1人宿泊で1万2000円ぐらいでした。ベッドから見ても窓が広くて気持ちいいです。そして波の音が睡眠を誘います。それでは少し眠たいのでお休みさせていただきます。おはようございます。目覚めたら夜の8時半です。波の音が気持ちよくて、ノンレム睡眠とレム睡眠の間を4時間ばかし、さまよっていました。行きたかったお店が道の駅串間の近くにあるので、さっきと通った逆の道でまた道の駅串間に向かいます。道の駅串間に車を止めさせていただきまして、こちらの居酒屋さんでお食事したいと思います。ウーロン茶ですが、串間市の夜に乾杯です。初手はお豆腐を注文しました。薬味のネギと生姜、たっぷりで嬉しいです。あっさりしてるけど、カスタードクリームみたいな滑らかな舌触りです。湿気がある梅雨時期に美味しいお豆腐です。ネギと生姜を放り込みまして、生姜の爽やかさがさらに夏仕様のお豆腐にしてくれます。永久に食べ続けれそうなお豆腐です。そして BGM が TRF のボーイミーツガールなのも大将のセンスを感じます。お次は生活習慣病予防のためトマトスライスを。皮はしっかりしてるけど中は完熟で、トマトは分類としては果物らしいけどフルーツみたいに甘くてジューシーなトマトです。ここ最近で一番美味しいトマトだと思います。うおー、楽しみにしていたブリのお刺身来ました。プレーンと炙り塩と、奥はおまけでいただいたカツオのたたきです。まずはプレーンタイプを。大好きなおろしわさびなのでたっぷり刺身に乗っけたいと思います。昼間のブリプリ丼同様程よい油の乗りで身がしっとりしていて、淑女のような上品なお刺身ですわよ。噛むのがもったいないけど噛むと美味しいので止められないです。さりげない隠し包丁も嬉しい心遣いです。4枚も食べれて嬉しいです。炙り塩のブリを。わさびと塩とブリの油でめちゃめちゃ美味しい。
和牛のサーロインのお肉を塩とわさびでたしなむような。ブリの美味しさが口の中に広がって、ブリのポテンシャルを最大限まで引き出してる調理方法ですね。カツオのたたきも臭みがなくてもちもちです。金タラの最強な西京焼きです。お箸を差し込むとプリンのようにめり込んでいきます。身はホロホロで柔らかくて、噛むと味噌とタラの味が混ざり合って、おにぎりを食べたくなる美味しさです。皮まで美味しくいただきましたよ。ということでおにぎりを注文しました。ハート型で可愛らしいです。おにぎりの相方は、唐揚げ南蛮にしました。口の中が肉汁の洪水です。衣はカリカリではなくてしっとり系。卵の風味とお酢の酸味も合いますね。からのおにぎりを食べます。最強の組み合わせです。お茶漬けじゃなくておにぎりを選んだわい、名采配。ニンニクの風味もしてこれは紛れもなく唐揚げ。8個ぐらい唐揚げあったので食べきれるか、お店の方に心配していただいたのですが、こんなに美味しかったら余裕ですね。最後はおにぎりを海苔に巻いてフィニッシュ。全部美味しかったです。ごちそうさまでした。いや寝起きで腹ペコだったのに、お腹いっぱいになりました。それではホテルへ戻りましょうか。少し寄り道。先ほどの居酒屋さんの裏ですが、この辺りが繁華街みたいですね。カラオケの歌声が聞こえてきます。もう9時半で飲食店は営業してるお店も少ないので、ホテルへ戻ってゆっくりします。せっかく南向きのテラスもあるお部屋なので、夜空を撮影しながら今日は休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝の8時です。天気は晴れ。テラスでしぶし湾を眺めながらテゲ炭酸を飲んでいます。昨夜は波の音が心地いいので窓を開けて寝たんですが、起きると体中蚊に刺されていてあちこちかゆいです。それではホテルをチェックアウトしたので、朝の10時です。朝ごはんを食べに行きたいと思います。道の駅串間の近くに来ました。昨日のブリがめちゃめちゃ美味しかったので、朝ごはんはこちらのお店を利用させていただきたいと思います。まずはブリのお刺身から。すみません、写真撮るの忘れて一切れ食べちゃいました。いただきます。朝一から、ブリのお刺身とか贅沢ですなぁ。いい歯ごたえで新鮮で美味しいですね。サクッと食べちゃいまして。本命の今日もブリプリ丼です。こちらのお店ではタレは醤油と味噌です。手前に見えるブリは漬けです。先にあら汁を。おこぜの味噌汁を連想させてくれるぐらい濃厚なお出汁が出ています。ブリの身も皮がプルプルしていて味わい深いです。タレをかけて味噌から。味噌の甘辛いタレとブリの脂が合わさって味覚の化学変化が起こっています。
この間タイで食べたカオマンガイのタレぐらい濃厚な味噌タレですが、ブリが負けていませんね。ちなみにメニューにこんな案内がありまして、ブリプリ丼12か条とのことです。名称は、島かつしめブリプリ丼ブリとする。通称、ブリプリ丼。島市で水揚げされたカツ締めのブリを使う。ブリの量は 100g 以上とし、食べやすいよう薄切りにする。丼の中は上からブリ、サラダ、ご飯、火を入れたブリとする。2種類以上のタレ、味を準備する。一つは全店共通ダレとして、松尾醸造上のスタミナつけて味噌を使用する。他は各店オリジナルのものとする。器などは会認定のものとする。注文があれば一番上のブリは熱して提供する。基本形は、丼、あら汁、香のものとする。価格は1000円、税別とする。基本形。福島の食材や旬にこだわった素材を使用する。サラダの野菜は5種類以上とし、福島産の野菜を2種類以上使用する。提供店舗は開始定の上りを立てる。ブランド価値を落とさないように、こういった取り組みをされているみたいです。昨日のお店も美味しかったですが、タレや盛り付けに工夫があり、違いを探すのも楽しいですね。昨日もお伝えしましたが、1100円でこんなに美味しい料理、今の日本ではなかなか見つからないと思います。後半にはライスペーパーに包まれたブリの煮付けも隠されていました。大葉の香りがさっぱりして、後半戦でもまだまだ戦えます。最後まであら汁が美味しい。最高の朝ごはんでした。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。それでは少しドライブしましょうか。かき氷とか美味しそうですね。何か甘いもの食べたいです。たっぷりいちごかき氷にしました。めちゃめちゃ可愛らしいかき氷です。いただきます。上のクリームはヨーグルトクリームですね。いちごの甘さとヨーグルトの酸味が上品です。少し掘り起こしていくと中はかき氷です。氷にも味がついていて、これは練乳ですかね。氷も粉雪みたいに舌の上で溶けるので、ジェラート食べてるみたいなかき氷ですなぁ。前半はイチゴとヨーグルトでケーキを食べているような気分。後半は練乳とイチゴでイチゴ牛乳を飲んでるような気分。味の変化が楽しいかき氷です。かき氷って途中でシロップと氷のバランスを間違えて仕方なく味が薄い氷食べてるってシチュエーションが結構多いのですが、味付きでシャリシャリで美味しく最後までいただけます。ストローで全部いただきまして、ごちそうさまでした。ただいまお昼の1時です。今日は夜の8時の飛行機で帰るので、まだまだ余裕があります。串間市といえば、あそこというぐらい有名な観光地へ行きましょう。30分ほど車を走らせまして。お、見えてきました。入場料は400円です。お願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。以前もこちらに寄らせていただいたのですが、その時は灯台が工事中でして、今回はそのリベンジです。やっとお馬さんにエンカウント。ここの道路はお馬さん優先です。駐車場がありました。3分ほどここから歩きます。おお、灯台に入れるみたいです。
入場料は300円でした。さて階段を登ります。ここから入れるみたいですね。出口が見えてきました。おー、ここが宮崎県最南端の景色ですか。多分天気が良ければ種子島あたりが見えそうですが、今日は少し雲が出ているので何も見えませんね。今この道を登ってきました。それでは車へ戻ります。馬がいないので入り口の方へ向かいます。一頭近寄ってくれましたので、車の中から撮らせてもらいました。それではもう2時なので、少しずつ、鹿児島空港の方へ向かいます。串間市の街中を通過して、志布志市に来ました。ここから高速道路に乗ります。その前にうなぎの駅で、ちょっとお土産見てきます。飛行機に乗る前に霧島市内で立ち寄りたいお店があるので空港へ直で向かわずに国分に行きます。高速道路に乗って、ゆっくり運転して1時間半ぐらいで国分に到着しました。視聴者の方に教えていただいたお店が、こちらのラーメン屋さんですね。濃厚チーズラーメンとリゾットご飯を注文しました。無料トッピングのニンニクを入れているので、美味しそうな香りが漂います。まずはスープから。口当たり良くて、ほのかな酸味が心地よいトマトスープです。麺は九州らしく細麺ですね。具材はチーズ、小松菜、バジル、鶏肉ですかね。トッピングで刻みニンニクを入れてもらったのですが、ニンニクとトマトがめちゃめちゃ合いますね。何口食べても美味しいです。例えるのは難しいのですが、酸味が少なくてさっぱりしていて飲みやすくて癖になるスープです。間違ってるかもしれませんが、鶏ガラですかね。トマト味の奥に飲み慣れているスープのような風味を感じるような気もします。チーズと絡めて、鶏肉にチーズが絡んで、チキンクリーム煮を食べているような、優しいチキンの味に癒されます。店内は今風なおしゃれなラーメン屋さんって感じで家族連れや女性のお客さんが多いですね。リゾットご飯を放り込みます。トマトとチーズとご飯と鶏肉、そしてほのかなニンニクが美味しいですなぁ。ご飯の上の揚げられたトッピングは多分フライドオニオンですかね。香ばしくて少し甘い風味を感じます。一点だけ後悔があるならば、ナスをトッピングしておくべきでした。このスープにナスはめちゃめちゃ合うと思います。ごちそうさまでした。それでは鹿児島空港へ向かいます。近くまで来ました。ガソリン入れてレンタカー返します。鹿児島空港に着きましたので、とりあえず問答無用で展望デッキへ。ちょうど日本エアコミューターの飛行機が到着しました。ボンバルディアのターボプロップエンジンの音はいつ聞いてもかっこいいですね。今夕方の6時前後なので沖永良部空港からの便ですね。あと1食ぐらい食べれそうなので何を食べましょうかね。お、私の一番好きなファミレスがありました。去年の7月オープンしたロイヤルホストです。鹿児島空港限定の黒豚カツカレーにしました。
いただきます。まずはカレーのルーとご飯を。ファーストインプレッションは洋風なカレーかなってぐらいなのですが、0.6 秒後にフルーティーな香りが喉から鼻にかけて突き抜けていきます。多分パイナップルとかリンゴだと思うのですが、甘くて果物の酸味の後味が気持ちいいです。お次はカツを一緒に。私口が小さいのでナイフとフォークで小さく切り分けました。ロース肉の味がしっかりしていてカレーに負けないトンカツです。トンカツ専門店でないお店で提供いただくトンカツとしてはハイクラスなトンカツです。さっきラーメン食べたばかりですが、全然食べれます。ごちそうさまでした。お土産も買いましたよ。まずは事務所のティーパック切れていたので、チランの緑茶です。どこのスーパーでも大体買える、ポテチの九州醤油味。次はちんこ団子です。薩摩仙台の名物みたいですが、どんな味なのか楽しみです。あとはカルカンまんじゅうと、カステラも買いました。帰宅後全部食べたのですが、カルカンハライトなふわふわの生地で上品な和菓子でした。緑茶とめちゃくちゃ合いますね。カステラも卵の風味を感じる美味しいカステラでしたよ。それではそろそろお別れの時間ですね。少しレビューをさせていただきたいと思います。今回は以前立ち寄ったことのある串間市にがっつり1泊2日滞在させていただきました。一言でまとめると、毎日ブリプリ丼食べたいです。作中でも言いましたが、こんな美味しい定食が税込み1100円とか、すごい企業努力だと思います。あと、道の駅のマルシェでブリの刺身が298円で売っていて、大量に買って帰りたかったです。お家でも食べたい。居酒屋で食べた炙り塩ブリもすごい破壊力でしたね。ブリ天国を楽しめる街ですね。それとよそ者の私から見てなのですが、道の駅串間がとんでもなくイケてる道の駅なのではないかと。マルシェ、巡回バス、レストラン、回転寿司、市民交流館、イベント広場などなど、そして車中泊までできちゃう。客層も老若男女問わず、地元の人らしき人と、近隣の県のナンバーの車で溢れていたと感じました。旅行前にピックアップしていた飲食店も道の駅の周りに多いからってのもありますが、街の中心、ランドマーク的な存在だなぁと。YouTube の活動であちこち道の駅は立ち寄りますが、ちゃんと機能しまくってる道の駅だと思います。とまあ1泊2日だけど、ゆっくりできて、かつ濃厚な時間を過ごすことができました。少し時間を空けてまたお邪魔させていただきたいです。宮崎県はあちこち行かせてもらっていますが、どこに行っても美味しくて本当に奥が深いです。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。志布志湾、有明湾と梅雨の空に流れる雲とともに失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。